why you say that word. Sorry to bringing money to your country. What did you think that on was that day? extremely disrespectful toward you. Yeah. I do know that. Yeah. And you say F you. I actually replied to the situation. And I didn't say the rude to you first, and you rude to me, right? I answered that because you said something like that to the students. No, and I didn't say anything. I say they have to quiet, right? And I talk to you, and you say, sorry for bringing money to my country. And then I say, no manner. That's just the little things to you. Because in another country, if you do like this, somebody gonna punch you, okay?通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、以前もお伝えいたしましたタイ BTS スカイトレイン内でのイタリア人修学旅行グループと地元タイ人女性による騒動の続報になります。あれからですね、あのタイ人女性、この修学旅行グループに対して被害届を出しました。これによりこのグループは警察に呼ばれることになりまして、このタイ人女性と対面することになります。で、その後ね、この件につきましては大きくアップデートされているということですので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前、こちらの動画でお伝えいたしました、イタリア人修学旅行グループと地元のタイ人女性による口論ですね。まあ、この内容がですね、本当にひどいものでして、タイ国内では大炎上し、それを聞いた海外の人たちも激怒すると、こういった状況になってしまったんですね。で、詳しくはですね、以前の動画にまとめておりますので、ぜひご覧になってください。あれからですね、いくつかアップデートございますので、そちらからね、見ていきたいと思いますが、まずですね、以前ご紹介しました、こちらですね、ザ・ネーションというね、この記事になるんですが、この中でね、このグループの学校名というのが出ていました。で、それね、このチャンネルでもお伝えしているんですが、現在ね、これ、学校側が否定しているという話も出ているんですね。で、この記事の中ではですね、まだその学校名というのが出ておりまして、訂正もアップデートもされていないんですが、今そんな話が出ています。で、このメディアというのはですね、ただのまとめサイトとか個人のニュースブログとか、そんなんじゃないですよ。以前はね、紙の媒体も発行しておりました。タイでは非常に知名度の高い英字新聞です。で、ネーショングループというね、タイの大手メディア企業があるんですが、ここが運営しておりまして、テレビ局と同じグループなんですね。なので、ちゃんとしたメディアです。故にプクタもね、こちらご紹介したんですが、今そんな話が出ておりまして、一応ね、念のため、以前の動画からは、その学校に言及した部分、削除しておりますので、ご了承ください。ただ現状ですね、まだこのメディアでは、継続して掲載しているという状況が続いています。もしかしたら今後事情説明があってね、アップデートされるのかもしれません。そしてこちらになるんですが、問題になった動画あったでしょ。あれって、イタリア人のこのグループと、地元のタイ人の女性、英語で会話してたじゃないですか。だから、あの部分というのは皆さん広く理解してるんですよね。だけど、修学旅行生というのはイタリア人で、イタリア語でも会話してるんですよ。で、その部分で実は相当やばいことを言っているんじゃないかっていう話が現在出ています。それがこちらになるんですが、子供たちがタイ人の女性に対し、お前は電車でレイプされたんだろというようなことをイタリア語で言っていたという話が出ている。イタリア語がわかる人が彼らの発言をまとめると、本当にひどく下品で侮辱的な内容だった。ということで、先日のね、こちらの動画を引用してね、こんな話が出ているんですが、実際ね、見てみますと、このポストの引用ということでしょ。これはタイ語でしょ。で、その下にね、イタリア人からの引用というのがありまして、これですね。イタリア人の少年が女性を地下鉄で、ちょっとこれ連呼できないんでぼかしますね。そういうことをされた女と侮辱し、それをあの女が笑っている。つまり少年少女グループの女の子いましたね。あの子が笑っていると。親の顔を世間に知らしめるべきだ。そしてこの下もそうですね。少年が私は地下鉄で、そういうことをされたと言って、これね、34秒の部分だと。ただ注意しただけの見知らぬ女性をからかい、それをグループの他の連中が笑っているのを見ると、イタリアで育ちつつある腐った文化をよく表しているし、本当に見ていて気分が悪くなる。ということで、以前拡散されましたこちらの動画のね、34秒の部分を見ると、実際少年グループはそういうことを言っていると、このようにネイティブが告発しているという状況になっています。バンコクの列車内で迷惑行為で大きな批判を招いたイタリア人学生らが罰金処分を受けた後に謝罪。イタリア人学生5人とその引率者は7月25日、タイの BTS 車内でのトラブルを受け、サムレ警察署でスグスさんとして知られるタイ人女性に謝罪した。警察は学生グループ5人に罰金を課し、双方はこの件を終結させ、お互いにこれ以上の法的措置を取らないことで合意した。ということでね、今回こちらでは何が起きたかと言いますと、今回被害者となりましたタイ人女性、スグスさんというそうなんですが、この方がですね、後、警察に被害届を出しました。これにより警察が動けるようになったんですね。
そして修学旅行グループを警察に呼びまして事情を聞くことになります。で、この面会の中でですね、このスグスさん、今回呼ばれた5人ね、大人含めると6人になるんでしょうか。スグスさんに対してね、一人一人謝罪をしていくんですが、いやー、このスグスさんね、本当にすごいですね。一人一人にですね、お説教していくわけですよ。いや、本当にね、すごいなと思いましたよ。でね、以前ね、ちょっとこの元の動画にぼかしをかけて見せていたので、特にその場面というのはお見せしなかったんですが、女の子いるんですよ、一人、この中に。で、彼女が自分の目をね、ちょっと軽くいじるようなふりをしながら、チラチラとカメラの方を見るというね。つまりは、釣り火ジェスチャーをしたと、このように言われていたんですね。だけどそれをね、はっきりとやる勇気もなく、目をちょっと軽くいじるふりをしてチラチラと見る。ほんとそんな感じだったんですよ。で、スグスさんね、これに対してもちゃんと研究しておりまして、いいあなた、アジアに行ってあんなことをしたら、ぶん殴られるわよと。はっきりとその女の子にこれを伝え、そんなことやっちゃダメよと、このように言うんですね。And next time, if you go to the Asian or you go to another country and you do like this, little things to you, because in another country, if you do like this, somebody gonna punch you, okay? そしてもうね、最大の問題児ですよ。このね、大きい子供がいますね。はっきり言ってこのグループの中で最大の問題児ですからね、この大人が。でね、一応今回の面会で発覚したのは、彼女はね、学生グループの担当教員ではないと、このように言っていたようですね。だけどその後もですね、一番ね、事情に詳しいであろうスグスさん自体も、彼女のことを教師だと言っているので、教師ではあるけど、子らの担任ではないということなんですかね。これ多くのメディアがね、彼女は教師だと伝えているんですが、こちらね、ザ・サンもこれ伝えていますが、ここね、ほら、ティーチャーって言ってるでしょ。地元でもね、結構情報が錯綜しているようで、以前のプクタの動画にも、地元の方からコメントがありまして、タイハーフでタイに住んでいるんですけど、今タイのニュース開いたらこの件でいっぱいです。この勇気のある女性がイタリアからの謝罪に、私はイタリアの皆さんのことは許しますが、学生たちや参戦してきた教師は絶対許しませんと言っていました。だから告訴してその後和解に至ったということでしょうね。それと、教師だと言われている一番の問題発言した人が本当に教師なのか分かっていないらしいです。イタリア側も旅行会社の人なのか何なのか。ちなみに空耳で聞こえるシャーナイなのシャーナイはどこの国の人って意味です。ということだそうです。シャーナイなどこの国の人って言ってたんですね、あれ。ということで現状ね、多くのメディアでは彼女のことは教師というように伝えているんですが、一応ね、この子らの担任ではないと、このようには言っているようです。ただもうね、この彼女に関しては弁解のしようがないんですね。で、一応ね、スグスさんに謝罪を形式的にはするものの、なんであの時 F ワード使ったのとか、なんであなたの国にお金を持ってきてあげてるのみたいなことを言うのとか、このように詰められるんですが、ここで驚いたのがですね、このイタリア人の女性、最初ね、スグスさんのせいにするんですよ。あんたが仕掛けてきたからだと。私は学生を守っただけなんです。最初ね、このスタンスで来るわけですよ。でもこんなの通るわけないでしょ。大嘘なんだから、全部動画に撮られてるわけですよ。で、このスグスさんにね、私はそんなこと言ってないと。静かにしなさいと注意したんでしょ。そしたらあなたがこう言ったんですよね、と言われると、分かってますと。もうほんとね、この短時間でも言うことがコロコロ変わるんですね。そしてね、その後正論を突きつけられても、何も答えることができない。それは私がアジア人を見下してるからです。なんて口が裂けても言えないわけですから、もうこの場に来てる時点で積んでるんですよ。すべては本心をごまかすための言い訳になってしまう。私はあなたに許してほしいんです。タイの国民の皆さんに許してほしいんです。この一点張りで、この面会が終了したという形になったようですね。That first of all, before coming to a country, we have to be aware that we have to respect your customs, your habits, and respect you. And why you say that word? Sorry to bringing money to your country. I What know did you think that on was that day? extremely disrespectful toward you. Yeah. I do know that. Yeah. And you say F you. I actually replied to the situation. And I didn't say the rude to you first, and you rude to me, right? I answered that because you said something like that to the students. No, and I didn't say anything. I say they have to quiet, right? And I talk to you, and you say sorry for bringing money to my country, and then I said no manner. I know. And this is not rude, right? Because you say to me, shut the I perfectly know that, and again, I want to apologize. I tend to be overprotective with the students, and in that moment, you not protect them. You are the leader them to bully me. You not protect at all. I do understand it now. I totally understand it now.
まあそれでもね、最終的には話し合いを重ね、彼女を許したということですから、やっぱりそのベースには宗教観的なものがあるんですかね。で、今回ですね、このスグッさん、正式に告訴という形をとっておりますので、警察は他人を侮辱したとして、1000バーツの罰金を課したと。これね、5000円弱なんで、超安いです。で、中指を立てていた人物に関しては、追加の罰金がありまして、これが2000バーツになりましたと。まあ、これでも1万円未満なんでね、罰金自体はかなり安く済んだようです。で、その後ですね、こちら。これスグさんの TikTok アカウントなんですが、もともと彼女はね、このアカウントで今回の件告発していたんですが、元の動画は削除されておりまして、こちら、今回の和解の動画を掲載しています。で、先ほどね、言われていた通り、これね、現地のニュースでも報じられておりまして、こちらもそうですね。このコメント欄ではですね、イタリア人の集団、全然許されてません。主な原因は先生にある。彼女が最初に注意していれば、こんな騒ぎにはならなかっただろう。お金をたくさん持ってくるんじゃなかったの。もっと高い罰金を払わせればよかったのに。ね、お金持ってきてやってるんだと言ってましたからね。罰金安すぎるだろと。どうせ反省なんてしてないよ。国へ帰ったら、また何かやらかすはずだ。あいつらは反省なんてしていない。ただこの件を早く終わらせたいだけだ。国へ帰ったら、この出来事を面白おかしく話のネタにするだけだろう。これに関してはね、もう多くの人が言及しておりまして、今回のね、この面会を伝えている、このポストでもですね、彼らはただ謝っただけだ。タイからの猛烈な批判に耐えきれなくなっただけ。全く反省していない人もいるだろう。あの人は言い訳ばかりして、しきりに自己弁護していた。これが謝罪なのか。しかも学生たちが先に悪口を言われたかのように話をでっち上げていた。謝ったのは謝らざるを得なくなったからだ。この件が国家レベルの騒動にまで発展したから仕方なくそうしただけだ。心から反省しているわけではない。というような形で、中にはね、前に進むべきじゃないかと言ってる人もいることにはいるんですが、その多くの人がね、この謝罪に何の意味があるのかというようなことを言っている。こんな状態になってしまっています。はい、ということで本日はですね、タイ BTS 内におけるイタリア人留学生騒動で被害者となったタイ人女性が告訴、その後和解に至ったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。一応ね、形的には和解という形になりまして、法的な意味ではね、この件終了したという形にはなりましたが、世間的にはね、全くこの件進化していないというような状況になってしまってますね。普通に考えてね、前回の動画でも僕と少しお話ししましたが、あれだけの言動を他人に対してすることができる人たちが、この短期間で心入れ替えるわけないので、それ不可能だと思うんですよ。今回のバックラッシュを受けて、謝罪せざるを得なくなってしまったと見られるのは、仕方がないかなと思ってしまいますね。多くの人が彼らがね、反省したとは思っていないというわけですよ。皆さんにはどのように見えましたか。そして、スグさんですよ。声からね、おおよそ想像はしておりましたが、かなりお若い方でしょう。で、今回ね、このように面会することになり、一人一人ね、大きいお子さんも含めて、一人一人諭していくわけですよ。驚きましたね。どれだけできた人なんでしょうか。釣り目ジェスチャーに関してはね、タイだけではなくって、アジア全体に対しての話もしていまして、タイの方の反応もね、いろいろ見たんですが、今回の件でね、矢面に立って、タイの尊厳を守ってくれてありがとうと、このように言われているようですね。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。